めちゃくちゃ感動してますね。パネルなんですよね。家のモニターぐらいめちゃくちゃ綺麗です。モバイルモニターの考え方が変わりました。皆さん、こんばんは。ポータブル電源専門店のボルトワークスです。私たちボルトワークスのコミュニティでは、元自動車メーカーで勤務していたサラリーマンが、ポータブル電源や走行充電器に特化した情報をお届けしています。自動車業界で培った品質管理の知識や、蓄電池の専門知識を生かし、信頼性の高い情報をもとに動画を制作しています。ポータブル電源や蓄電池選びで失敗したくない方、購入に迷っている方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回タッチパネルが搭載されているっていうことで、本当にそこもテストしていきたいなというふうに思います。で、僕ですね、今日車で今出張に来てるんですけど、僕よくあっちでですね、最近作業するようになったので、その様子もちょっと見てもらいながら紹介していきたいなというふうに思います。最近僕ですね、運転席で仕事することが増えてきてて、というのも家族とかと出かけるとチャイルドシートが後ろにこういう風に設置されるんですね。で、こういう時に運転席で仕事するんですけど、僕のスタイルはですね、こういうやり方ですごい仕事しやすくて、いつもだったら iPad とかでやってるんですけど、今日はこのスタイルで紹介できたらなというふうに思います。もちろん車は停止したままですね。インテヒルの何が好きかって、このタイプ C めちゃくちゃ好きなんですよね。前のモデルもそうなんですけど、っていうのがU 字になってて隠れるような感じなんですよね。こういう風に。なんでこれを接続して、ここに、僕の iPad mini を接続して実際に仕事していきたいなという風に思います。スマホやタブレット1台では画面は狭く、長い作業には少し心もとない。そこにもう1枚の大きな画面を足すから、その問いにインテヒル T16KB で答えていきます。運転席の隣にもう1枚の大きな画面を。それを叶えるのがインテヒルの T16KB です。画面は16インチ。2560×1600 の 2.5K。フルハイビジョンよりきめ細かく、しかも16体重の縦に広い比率なので、資料やサイトを上下にたっぷり置けます。動きの滑らかさも侮れません。リフレッシュレートは 120Hz で、一般的な 60Hz より明らかに滑らか。長く見ても目が疲れにくく、フリーシンクと HDR にも対応します。色域は sRGB カバー率 100%、約1670万色。出先での写真や色の確認も任せられる1枚です。そして革新がタッチ操作。フルラミネーションの強化ガラスで指で触れた位置に吸い付くように反応します。Windows なら10点マルチタッチ。Mac なら2本指ジェスチャー。マウスを置く隙間さえ惜しい車内でこれは効きます。接続はケーブル1本。フル機能の USB-C が2つに HDMI が1つで、映像も給電もデータもまとめられます。配線が増えがちな車内でこの身軽さはありがたいところ。携帯性もまさに車内向きです。アルミボディで約 900g、厚さは1センチほど。500ml のペットボトルより軽く、シートの隙間にもすっと収まります。自立スタンドは横位置で0度から90度、背面はベサ75対応。保証もパネル3年、タッチ1年と、長く付き合える安心感があります。接続したんですけど、めちゃくちゃ感動してますね。めちゃくちゃ画質が綺麗です。1個前の結構安い方の、モバイルモニターを使わせてもらったんですけど、やっぱり安い分ちょっと画像が荒かったりしたんですよね。こういう風にやっぱり解像度がすごく高いので、家のモニターぐらいめちゃくちゃ綺麗です。解像度は 2560×1600、いわゆる 2.5K。フルハイビジョンよりも一段きめ細かく、文字の輪郭までくっきりと出ます。比率は16体重と縦に広いので、ウェブサイトや書類を上下にたっぷり表示でき、車内での読み込み作業がぐっと楽になります。光沢ゆえに逆光では映り込みも出ますが、置き位置を少し変えれば、十分に避けられる範囲です。僕はあんまり今回めちゃくちゃタッチパネルを使う予定はないんですけれども、スマホとかにつなげたい人とかは結構こういう風にタッチパネルである程度の挙動は動く感じです。ただ自分はマウス使うので、マウスを使ってちょっと試してみたいなという風に思います。タッチは Windows なら10点マルチタッチ、Mac なら2本指のジェスチャーに対応します。画面はフルラミネーションの強化ガラスで指で触れた位置に吸い付くように反応します。マウス中心で使うのもよし、スマートフォンをつないで指先で操作するのもよし、マウスを置く隙間さえ惜しい車内では
この選べる柔軟さが効いてきます。まず電源の取り方なんですけど、僕ら蓄電池の取り付けとか販売とかやってるんですけど、こういうようなポータブル電源を車に取り付けてるので、ここから電源を取っていきます。で、端子のところはここですね。ここに電源線があるので、ここにつなぐといいですね。今ですね、この iPad、11インチとケーブルだけ接続しているような状態でして、何をお伝えしたいかっていうと、こういったポタ電とか別になくても使うことはできます。どういったことかっていうと、この Type-C で映像と電源を iPad からもらって映し出しているような状態です。 USB-C ケーブル1本で映像も給電もまとめられるので、車に積んだポータブル電源から直接動かせます。タブレット本体からの給電だけでも移せて、モバイルバッテリーを足せば外でさらに長く、 AC アダプターも変換器もいらない。車内の限られた電源事情にこれだけ選択肢があるのは心強いところです。後ろの方にはこういった折りたたみ式のスタンドがついているので、それこそプラスアルファでスタンドになるようなカバーとかもいらないです。結構これは本当にいいかなというふうに思います。っていうのが、僕も全部の iPad とかこういうふうにスタンドが格納できるようにしてる理由が、やっぱり準備するのがめんどくさいんですよね、スタンドって。なので最初から格納されてるのはめちゃくちゃいいです。本体はアルミ製で、重さはおよそ 900g、厚さは1センチほど。500ml のペットボトルより軽く、シートの隙間にもすっと収まります。折りたたみスタンドが内蔵で、別途スタンドを用意する手間がありません。背面はベサ75対応なので、車内のアームにも家のサブモニターにも持ち出してすぐ置ける身軽さが1台で完結します。音量もこちらで調整するような形になります。正直なところめちゃくちゃ音量がいいかっていうと、まだやっぱり iPad とかの方がいいような状態かなっていうのは正直なところなんですけど、ただそういった音質とかを気にする方は、このイヤホンジャックがあるので、このイヤホンジャックを使った方がいいかなっていうふうに思います。ここで少し休憩です。この動画ではポータブル電源に特化した情報をお届けしていますので、役に立ったと感じた方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またご質問があればぜひコメント欄でお寄せください。今回はインテヒルキー 16KB の 120Hz にちなんで、皆さんと一緒に120のいいねを目指してみたいと思います。応援よろしくお願いします。ボルトワークスはポータブル電源と走行充電器の取り付けサービスを関東、関西、北陸で提供しています。お客様の車種や用途に合わせ最適な電装システムをご提案します。ボルトワークスが選ばれる理由、メーカーにはできない実務的なサポート、車両電装や具体的な運用方法まで踏み込み、電話、チャット、テレビ電話で導入後もすぐに相談いただけます。万が一の故障時も安心の無料レンタル。トラブルが発生しても代替機を無料でレンタルできるため、長期間の利用でも空白期間を作りません。施工と本体ダブルの安心保証、取り付け作業と製品本体の両方に保証を付帯、不具合には迅速に対応し、末永く安心してご利用いただける環境を整えています。独自の車中泊ソリューション、さらにボルトワークス独自の車中泊キッチンキットも販売しています。走行充電器と組み合わせることで手軽に理想の簡易キャンピングカーが完成します。ここでしか買えない特別なセットは本格的なキャンピングカーを目指す方に最適です。理想の車中泊ライフをボルトワークスがトータルにサポートします。商品の購入商談はお電話 050-1809-3937 または info.boltworks@gmail.com からどうぞ。 LINE がご希望の方はこちらの QR コードからでもご連絡が可能です。それではインテヒルキー 16KB は先に挙げた問題をどう解決できるのでしょうか。順番に振り返っていきます。まず画面の小ささについて、16インチ 2.5K で縦に広い16対10の画面はノートパソコンの隣にもう一つの作業領域を生み出します。資料を見ながら入力する、地図を開きながら連絡する、写真を確認しながら原稿を書く、そうした車内での同時作業が1画面分広がります。しかもタッチ操作に対応しているので、狭い車内でもマウスを置くスペースに悩まされません。次に電源と配線について、 USB-C ケーブル1本で映像も給電もまとめられるため、車内の配線が1本も増えません。ポータブル電源の USB-C ポートから直接動かせて、消費電力も大きくないので限られた残量の中でも使いやすい1台です。
そして持ち運びと設置について、厚さ1センチ、重さ 900g のアルミボディは車内に常備しても負担になりません。自立スタンドとベサマウントに対応し、運転席からでも見やすい角度にしっかり固定できます。車を仕事の拠点にしたい方にとって T16KB は動く書斎を形にする有力な選択肢の一つだと言えるでしょう。はい、今回いかがだったでしょうか。結構ね、高級なモニターについてお話しさせてもらいました。で、正直結構モバイルモニターの考え方が変わりました。やっぱりモバイルモニターって、安いから少し画像が荒いみたいな感じの思ってたんですけど、今回でその考え方は変わりました。ちょっと高級なモニターってありだなっていうふうに思いました。ぜひぜひですね、このモニターが気になった方は概要欄から覗いて見ていってください。で、このチャンネルではですね、こういう風に、車の生活、車のライフワークとか、そういったですね、ガジェットとかを楽しく紹介していきたいと思いますので、気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。ボルトワークスではポータブル電源の選び方から走行充電器の取り付け、車内の電源環境づくりまでお客様の用途に合わせてご相談を承っています。概要欄のリンクと合わせてお電話、LINE、メールからお気軽にお声掛けください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。